にちは。今回は戦隊レッド異世界で冒険者になる第1話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ロボ来た。ロボも出せるのかよ。ロボ来るのか。レッドだけでロボ召喚できるんだ。ロボのマスター権限はレッドが持ってるので一人でも呼び出せる。じゃあ元の世界のロボはこれでも今俺を見たな。これでお前とも縁ができた。親った本家戦隊よりはマシだぞ。他のパーツどこから湧いてきたんだ。バーンブレイバーン的なの。会ったばかりの女との絆でこんなにパワー出せるのか。ちょろいな。いい最終回だった。これロボ呼べる時点で無敵じゃね。これは面白いんじゃないか。クリスタルクロコゲだったりして戦隊の主題歌歌詞勢ぞろい。ツッコミが追いつかねこの流れでエンディングかよ。思ったより良かった。第2ダラーに似ているな。3ヶ月楽しみ。1話でロボの最強武器使わないとな敵出しちゃって大丈夫。ちゃんと作ってくれて嬉しいわ。さすがにブレイバーンほどぶっ飛んではいないけど視聴継続。異世界ものの主人公としては割と新鮮だな。主人公え。とりあえず主人公の性格とヒロインのオマルパイがでかいのはいいな。なかなか面白いな。帽子の子もいいキャラで可愛いし。こういうバカな方面に本気なのは好感度高いよね。これはお嬢様も変身する展開。ちょろい。これも告白だよね。しばらくは仲間集めかな。意外とちょろかった。ナローと違って主人公が生きらないし、シンプルに良いやつで不快感は感じないな。何よりステータスとか出てこないのがいい。ナローテンプレとはそのあたりが違うな。ステータスはある。やっぱ主人公は脳筋がいいんだな。ハスに構えたやれやれ系ばかりだから昔懐かし熱い主人公が心地よい。レッドはこうでなくてはな。まあ逆にイドラにここまで言ってくれた人も没落後レッドだけだったろうからな。戦隊の中には俺様の嫌味なレッドもいるにはいるからな。さすがに変形合体は厳しいか。なんかくらもちなんとかってやつのデザインっぽい。最近の戦隊アニメというと戦隊大失格、恋は世界征服の後で休日の悪者さん、黒いつさんあたりか。意外と面白かった。ツッコミ役ねっちゃんちょろいな。いい最終回だった。面白かった。テンポもいい。戦隊あるあるで変身後ろの爆発で吹き飛ぶところとか笑った。敵良いな。絆の力で仲間増やすのか、元装工学本アイテムか。もっと安っぽい仕上がりかと思ったのに全然良いじゃない。でもワンクールだと砂漠編あたりでおしまいかな。1話に戦隊ヒーローもののお約束ほとんど使ってしまったけどどうなるんだ。1話落ちちょろいん好き。必殺はずっ飛ばして合体ロボ出てきて笑うた。一発ネタかと思ってたら結構しっかり作って驚き。特撮幼稚園の時ぐらいしか見てないワイでも笑えたわ。ギャラクシークエストみたいなのじゃないのか。ギャグ路線で面白かった。特撮レッドってあんな脳筋思考だったっけ。猛獣戦隊みたいなの昔あったような。1話見たけどなかなか面白かったわ。特撮の時代か。漫画版よりバカさが 2.5 倍くらいアップしてる。そして無駄に作画が良い。いきなりロボ出てきてくさ。ここ数年戦隊ヒーロー題材にした作品がちらほらあったけど、一番設定凝ってて作中のヒーローがきちんと独立した一作品として描写されてると思った。おもろいなこれ。当たりだわ。戦隊ヒーローネタ掘りまくってて本気度が伝わってくる。爆乳ヒロインもよし。イドラさんのオマルパイがバランスよくでかい剣。水着界とかクターラすごいな。ダークホース的なアニメね。想像の斜め上で面白かった。これは面白い。面白かったわ。これはアイデアの勝利。異世界と特撮とは。ロボは異空間から召喚するから異世界だろうと関係ないんだな。なかなかおもろかった。ていうか主人公の体温高そうだな。面白かった。今季トップクラスのつかみ。挿入歌の歌手も作詞作曲もガチすぎて
戦隊っぽさは作中用語の言葉遊び感になると思ってるので、異世界ネットはそのあたりものすごく作り込まれてて良いと思うぜ。主演2人の声優全く知らん人だけど声合ってるし文句なしの1話だったわ。原作は漫画なんやね。戦隊のテーマソングあって、技名が絆関連の名前でまとめられてて、名乗った後の決めポーズ爆発が実際に起こってるとかいろいろ笑えた。しかも CM まで戦隊ヒーローっぽく作られてて、本気度が結構ガチなのがなおさら。このアニメ、一夜そう分かってるな。アニメを異世界に持ち込む前週と戦隊ものを異世界に持ち込むこのアニメが局は違うとはいえ同じ日夜で並んでるの奇跡やろ。土曜深夜にプリキュアやって、日曜深夜に戦隊やってる今期どないなってんねん。日朝は日朝にやれよ。さくらん。東郷ってアホっぽく見えるけど、1年間の激しい戦いを経験してきた最終回後の状態、VS シリーズの先輩側だから、実力と経験に裏打ちされた言葉の重みがあるのが良いんだよね。原作を読んで惚れた作品そのまま、それ以上にグレードアップした絆5側の描写、あまたの特撮リスペクトをふんだんに盛り込んだ最高の異世界アニメだったぜ。戦隊もののお約束が詰まってて、これは完全に日朝勢向けアニメ。なんとも楽しい作品でした。笑い。絆5メンバーに元戦隊出身声優を呼んでたり、櫛田明挿入歌を用意したり、本気のオマージュで見てて気持ちいいのです。男装戦隊絆5の絆レッドが異世界に転生。川口圭一郎監督作品だけあって挿入歌もモリモリで最高だし、変身モーション監修、絆5理術設定、怪人デザインも入った解像度が高い描写が良すぎる。熱血ヒーローが異世界に転生。暑苦し主人公の温度差が半端ない。異世界に巨大ロボットを持ち込んだのはこれが初めてか。そして何でもかんでも爆発する。異世界って栃木にある爆破の聖地だったの？違う。戦隊好きとしてはこれだよこれってなるし、異世界アニメとしてもちゃんとしてる。戦隊見てない人はアイドラのツッコミと同じ気持ちだろうね。新人声優の伊藤智也さんの熱量がすごい。この人以外レッドはありえないと思えるほど今季異世界アニメナンバーワンです。完全に戦隊フォーマット前回の導入からワクワクが止まらなかったし、いざ東郷が異世界に転生した後も特撮のお約束にいちいち突っ込むイドラが面白かったです。ヒーローメンタリティの塊のような東郷とイドラが一体何を見せてくれるのか、続きが楽しみ。異世界で戦隊ヒーローするのが面白いけど、思ってた以上に本格的な戦隊ヒーローなのが良かった。そしてイドラさんが痴女みたいな格好だけど可愛かったな。暑苦しいレッドのツッコミ役としても良い感じだ。この手の作品のヒロインって埋没しがちだけど、イドラはちゃんと魔法使いとして有能で、そこそこ汚れもやる巨乳だから差別化できてるのがいいね。めっちゃ戦隊している。レッド君はナロー主人公たちのように鈍感ではなく、この時点でイドラにだいぶの好感を抱いているが、そんな大事な女の子を変身の際の爆発に当たり判定があるため、吹っ飛ばす強胆さが持ち味です。イドラの夢を一切笑わず惚れたと宣言する朝垣東郷、絆レッド。異世界でたった一人東郷を元の世界に戻すと宣言してくれたイドラ。これもお互いにとっての運命としか言いようがないだろう。絆レッドのモチベーションが転生ナローでよく見る嫌な思いばかりな現生徒をさらばして人生やり直すぜじゃなくて、視力を尽くして戦い抜いた先に新たなステージが待っていたぜなのがすがすがしさに拍車をかけている。最後まで見てくれてありがとうなのだ。なので高評価が欲しいのだ。感想コメントも欲しいのだ。チャンネル登録してくれると嬉しいのだ。お願いするのだ。